私の引き寄せ実践歴はかなり長い方だと思います。引き寄せに関しての勉強と実践は30年にも及びます。けれども、そんな私に待っていたのは、引き寄せとは全く逆の、願っていないことばかり起こる逆引き寄せでした。こんなに努力しているのになぜ？そんな心の叫びに引き寄せの神様が答えてくれることはありませんでした。もう完全に後がない状態でした。私は川べりに車を止めて叫びました。なんでいつもこんな目にあってばかりなんだ。引き寄せの神様がいるなら正しい方法を教えてください。その時にふっとインスピレーションが湧いてきました。引き寄せの法則を超える願望実現の公式を見つければいい。日本人には陽の引き寄せより和の引き寄せが向いている。衝撃を覚えました。今までうまくいかなかったのは引き寄せの法則を実践していたからかもしれない。法則より確実性と再現性のある公式を見つければいいんだ。日本人に向いた誰もが実践できる公式を自分で作ればいい。この本はかつての私のように願っていないことばかり起こる逆引き寄せが起こっている方、これから願望実現を起こしていきたい方、初めて願望実現という言葉に出会われた方、人生をさらに楽しく素晴らしいものに変えていかれたい方に送ります。あなたはもっと幸せになっていい人ですから。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回はマイナスの感情を手放すとプラスの未来がやってくるという本をご紹介したいと思います。引き寄せという言葉は知っているし、なんとなくやってみてはいるんだけど、どうもうまくいかないんだよね。引き寄せをやり始めてから、むしろなんだかよろしくないことが増えてきてる気もする。なんで？どうして？こんな方いらっしゃいませんか？もしかしたら陽の引き寄せをやっていたのかもしれませんよ。日本人には日本人のマインドに合った和の引き寄せがあるんですって。さらに引き寄せの法則をさらに具体的に再現性を高く実現するようにした願望実現の公式が存在するんですって。なんだか気になりませんか？著者は大和見浩二さん。壮絶な家庭環境や20代での余命宣言、阪神大震災被災やうつ、パニック発作の発症、そして40代最後の年でのリストラと、およそ考えられる様々な不幸を体験された大和見さん。ご自身のブログのプロフィールでは、不幸と逆境のデパートと例えられていましたが、本当にそんな人生を送られていました。ですが、そんな時、和の引き寄せ、願望実現の公式のインスピレーションを得て、そこから書籍の出版、テレビをはじめとしたメディア出演、多数の講演会依頼など、リストラから半年で人生の超 V 字回復を果たしたそうなんです。ここを伺うだけでも、ジェットコースターのようなものすごい人生ですよね。和の引き寄せっていう考え方、初めて聞く方もいらっしゃると思いますが、本書では彼が提唱する和の引き寄せや願望実現の公式に触れることができるんです。本動画ではこの本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。自分さえ良ければ、欧米式の引き寄せは日本人に合わない。突然ですが、あなたに質問です。食事は洋食と和食、どちらがお好きですか？洋食、和食が好き。いろんな声が聞こえてきます。和食も洋食もそれぞれに特徴があっていいですよね。実は引き寄せには陽の引き寄せと和の引き寄せがあることをご存知でしょうか？陽の引き寄せとはズバリ引き寄せ。その名の通り狙いを定めて手繰り寄せる感覚です。肉食動物が狙いを定めて獲物を仕留める感じでしょうか？欧米人は肉食の歴史が長くあります。そのため DNA にも
肉食や狩猟民族の発想が刻み込まれているようです。対して私たち日本人は穀類をよく食べます。そのため、腸の長さも欧米人よりかなり長いこともわかっています。農耕民族としての感覚も深く DNA に刻み込まれています。日本人には本来、和をもって尊しとなすという和の心や他人を思いやる心、山や自然に畏敬の念を抱いたり、感謝したりする心などが自然と備わっています。食事の前にいただきますと感謝の気持ちを述べるのも日本人だけが持っている習慣だそうです。日本人は世界でも特に精神性が高いと言われるゆえんです。私は日本人が世界で一番偉いというつもりはありません。どちらがいい悪いということではなく、欧米人と日本人には発想や感覚に大きな違いがあるということです。これは願望実現にも言えることではないでしょうか。私自身は欧米風の引き寄せには違和感を覚えていました。欧米式の引き寄せでは成功や自己実現という言葉が多く使われます。引き寄せとは夢実現であり自己実現です。例えば夢が自分の会社の業績を上げるの場合、欧米式の引き寄せでは競合他社を蹴落としてでもとなります。そして他社を蹴落とし、たくさんの人を解雇し、会社の業績が上がったことをやった、引き寄せたと思うことに何か虚しい違和感を覚えるのです。欧米人と日本人の違いを例えるなら、肉食動物と草食動物くらいの違いがあります。狩猟民族と農耕民族の違いとも言えます。もちろん、どちらが良くてどちらが悪いということはありません。ライオンとキリンにいい悪いがないのと同じです。現在知られている引き寄せの本やセミナー、メソッドのほとんどはアメリカ由来です。各地でショーアップ化され、派手な演出とともに行われている引き寄せの法則や自己実現や成功系のセミナーや考え方は、実は日本人には合わないことが多いのです。例えば、欧米の登山家がエベレストに登る前に、山を征服しに行くなどと話すことがあります。山を征服する。この言葉に違和感を覚える日本人は多いはずです。私は全国や海外で講演や講座をしています。新幹線で移動することも多いです。新幹線で富士山を見ると、私はいつも綺麗だな、美しいな、ありがたいな、と心の中で拝んでいます。私は富士山の山頂まで登ったことはありません。でももし登る機会があれば、富士山を征服すると思うことはないでしょう。登らせていただきますと手を合わせてから登るはずです。お金、ビジネス、人脈などを手繰り寄せる陽の引き寄せは私には合いませんでした。どうしても自分になってしまうからです。手繰り寄せる過程で他者を蹴落としてしまうことがあるかもしれません。日本人なら誰もが持っている和をもって尊しとなす和の心が違和感の警鐘を鳴らすのです。和の引き寄せとは自分だけの成功を求める手繰り寄せる引き寄せではありません。自分の夢が叶った時に喜ぶのは自分だけでなく他者も喜びに満ちている。それが和の引き寄せです。陽の引き寄せから和の引き寄せに変えると夢は叶っていきます。得ることに主眼を置く陽の引き寄せから与えること、皆が幸せになっていくことに主眼を置いた和の引き寄せにシフトチェンジしてみませんか？みんなが誤解している願望実現の本質。あなたは引き寄せという言葉にどんなイメージを持っていますか？何かを得る、お金や物を強引に手に入れる、狩りのようなもの。ズバリ、得たいものを引き寄せるという答えもあるかもしれません。実はその発想に引き寄せの落とし穴があります。一度はまるとなかなか出られない引き寄せの落とし穴です。私はかつてこの落とし穴に30年近くはまっていました。引き寄せの落とし穴の正体は、自分だけが得よう
という気持ちです。願望実現の公式の本質は天や宇宙とつながること。得ることではなく与えることです。このことがわかる前までは引き寄せの落とし穴の中でどれだけもがいていたことでしょう。この境地がやっとわかってからは驚くような出来事が連日起こるようになりました。従来の引き寄せと和の心、和の思いがたくさん詰まった和の引き寄せ、願望実現の公式は別のものです。願望実現の公式では、やり方よりあり方がとても大切です。あり方とは、人の幸せを自分の幸せのように思える心の状態です。いいことも悪いことも、宇宙はそのまま実現させる。和の引き寄せが起こる仕組みを理解するためには、宇宙の仕組みを知る必要があります。宇宙とは、天、創造主とも呼ばれています。私は特定の宗教のことはよくわからないのですが、次の確信はあります。宇宙は愛で溢れていること。宇宙は私たちと同じ物質で満ちていること。そしてそれらは自分にとっていいことであれ、起こってほしくないことであれ、そのまま実現すること。それが宇宙の法則であることを。例えるなら自分自身は映画をスクリーンに映す映写機のようなものだと考えてみてください。ホラー映画を上演すると怖いもの、残忍なシーンが好きな人が集まってきます。楽しい映画を上演すると楽しいことが好きな人が集まってきます。そのことと同様に心の中で感じていること、思っていることが望むと望まないとにかかわらず、そのまま現実化します。願望実現というと、いいことばかりを実現させるというイメージを持たれている方も多いはずです。実際には、いいことも望まないことも、心で思い感じているそのままのことを実現させるのです。〇〇感に包まれると、願望は次々に実現する。あなたが究極の願望を一つ実現できるとすれば、何を望みますか？大きなマイホームを手に入れる。大会社の社長になる。高額の宝くじを当てて大富豪になる。ドバイの大富豪と結婚する。若さと美貌を手に入れる。豪華客船での世界一周旅行。様々な願望があるかと思います。あなたなりの願望実現を想像してみてください。では、ここであなたに質問です。あなたはその願望が実現したら必ず幸せになれますか？そんなの当たり前という声が聞こえてきそうです。でも本当にそうでしょうか？私は主催するセミナーに来られる方に同様の質問をいつもしています。そして大会社の社長になったりお金持ちになったりした方もたくさん知っています。でも実際にはそんな究極の願望実現を起こされた方の中には、残念ながらかえって不幸になった人がいるのも事実です。アメリカでは一等が何十億円にもなる高額宝くじが売られていますが、高額当選者の 90% 以上が不幸な人生を歩んでいるそうです。犯罪や事故に遭ったり、離婚や家族離散、破産したりするなど散々な結果となっています。結婚された方全員が幸せな家庭を築いているとは限らないこともデータで明らかです。では本当の究極の願望実現とは何でしょうか？それは幸せ感です。お金さえあれば幸せになれるのにと思っている人は、お金が手に入っても幸せになることはありません。次は〇〇が足りないと足りない地獄に落ちてしまうためです。同様に若さと美貌がある人の全員が幸せであるとは限りません。仮に若さや美貌が手に入っても、その代償として一生無人島で暮らさなければいけないと言われたらどうでしょう。誰一人若さや美貌を褒めてくれる人がいなくても幸せでしょうか。お金や物、若さや美貌はそれを持っているだけでは何にもなりません。それらを使って人に喜んでもらえたり、綺麗だね
と言われたりした時の幸せな気持ちを手に入れたいからこそ望むのです。究極の願望実現とは何かを手に入れたりすることではなく、幸せ感を得ることなのです。想像してみてください。あなたやあなたの大切な人が幸せ感に包まれている姿を、さらにその輪が世界に広がっていけば、世界は一瞬で平和になっていきます。あなたが幸せ感に包まれた時に、お金や物、人も引き寄せられてきます。もちろん、あなたをますます幸せな気持ちに包んでくれる形で。輪の引き寄せや願望実現の公式とは、そんな幸せ感の連鎖であり、天や宇宙とつながる方法なのです。願望実現の公式なら、自分はもちろん他人も幸せになる。陽の引き寄せは自己実現に主体を置くことが多いようです。自己実現とは自分だけが嬉しい引き寄せが起こることです。それは自己満足感を高めてくれます。対して輪の引き寄せ、願望実現の公式で大切な考え方は他己実現です。他己実現とは自身の望む夢が叶った時に他人も幸せになっている引き寄せです。まさに輪の心が入った引き寄せです。自分さえ良ければ他者を蹴落としてでもという発想でなく、皆が幸せに豊かになっていく方法、それが輪の引き寄せなんです。皆さん、本書の雰囲気、輪の引き寄せのイメージを感じていただけましたでしょうか？確かに欧米と日本を比べてみると、もともと備わっている思考は違うものがあるんだろうなと思いますよね。コミュニケーション一つとっても、我々は空気とか場に重きを置きますが、欧米の方々は個人の主張を大切にしますものね。そういったものはどちらがいい悪いではなく、はるか昔から我々にインプットされた共通意識なんですよね。だから日本人には日本人に合った輪の引き寄せがあるという考え方もわかるような気がします。それにしても改めて本書の著者である大和美さんの半生、すごいと思いませんか？彼の言葉で言う不幸と逆境のデパート状態の時って、言ってみるといろいろなものに打たれまくっているわけですよね。それになんとか耐えて、でも幸せをつかむということを諦めずに、ずっと考え方を磨いていたわけです。例えば壮絶な減量をしているボクサーのように、追い込まれることで感覚が研ぎ澄まされ、無駄が削ぎ落とされ、本質だけが残っているような状態だったとしたら、そこから生まれたパンチは当然芯を捉えるものになっているはずです。なんだかそんな芯を本書に感じました。本動画では冒頭の輪の引き寄せの雰囲気を少しだけご紹介しましたが、本書はここからぐっと具体的な願望実現の公式と実践ワークに入っていきます。いや、むしろそちらの方がメインとなっていて、願望実現の公式を理解するためのコンテンツと即実践できるメソッドやワークがたくさん用意されています。本書をすべて読めば、きっとマイナスの感情を手放すとプラスの未来がやってくるとはどういうことなのかを理解することができると思います。そして本書は現在 Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読むことができるんです。以前もお伝えしましたが、Kindle Unlimited 対象の本といっても、ずっと登録されているわけではなく、ある期間が終わると登録から外れてしまうんですよね。ですので、気になる方は今ダウンロードしておいた方がいいですよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。